心霊写真にまつわるお話を2つしていただくことなんですね。まあ、それは、まだ本に書いてないんです、これ。なぜかというと、これ、僕が体験したことで、話というよりは、こういう風なエピソードがありましたという形で、まあ終わってしまう。オチも何もつかない状態なんで、しかもですね、本には写真が載せられないんですよ、基本的に。文庫本には。はいはいはい。なので、それはその写真を載せないと面白くない話なので、で、公開してなかったってやつなんですね。で、会談会とかでは時々見せたりはしてた話なんですけど、まあまあそんなわけで今回はこういうの機会で、心霊写真とか、ぜひお持ちでしたらということだったので、ちょっと持ってまいりました。ありがとうございます。ではお願いいたします。心霊写真というよりはですね、僕は普通に近所の神社で、神社の建物に対してカメラを向けて写真を撮っただけなんです。上沼さんが撮った写真ですよね。そうなんです。だから僕が撮った写真なんですね。何が写ってるって僕にとっては神社の写真なんです。ただの神社の写真なんです。でも、これを見た、まあ、いわゆるお化けが見える人たちが、いや、これ写ってるよって必ず言うんですね。何人かからこう見えるよと言われたので、あ、これ面白いなと思って、その写真を、プリントアウトしまして。で、まあ、写真用紙にね、プリントアウトして、それを封筒に入れましてね。で、封をしまして。で、僕がある人に言うと、例えば僕の表情とかで、期待してる表情とか、残念がってる表情とかで、なんか答え誘導してるみたいじゃないですか。なので、まあ僕ちょっと、その時、まあ教え子が一人いたんですけど、その子にちょっとバイト代出すからちょっとやってくれって。何人かこうお化けが見える知り合いを、まあ、ある部屋に呼びましてですね。はいはい、で、別の部屋に呼びまして、で、そこに封筒を渡してくれと。で、その時に、この写真に何か見えたら赤ペンで見えたものをなぞってくれと。はあ。いう教示をしたんですね。面白。はい。実験ですよね、完全に、ね。実験ですね。僕の顔をね、見ながらだと、これ合ってるとか間違ってるとか、伺うじゃないですか。はいはいはい、はい。それもできないように個室にしておいて、で、5分ぐらい経ってからできましたかって言ってその人にまた入ってもらって、回収してもらうってことをやったんですよ。何人ぐらいの方たちに？実は10人ぐらいにやったんですよ。面白い！僕の知り合い、ほとんどの人、お化けが見えるほとんどの人にその時は、いろいろやってもらったんで、で、それで、見たら、みんな同じところにまで来てるんですよ。すごい面白い。だから僕が見えてないものが見えてるんですよ。ごめんなさい、確認しますけども、神社を撮った写真ですよね。はい、そうです、そうです。普通に僕もそうですが、霊感ない人が見ると何にも映ってないんだけど、でも、なんか霊感ある人がここ見えるよねって言ってた写真だと。そうなんですよ。だったら霊感ある人集めて、どこに見えるのっていうことで、印つけてって言ったら全員同じとこ指したんですか？同じところを指す。僕らからしたら誰も映ってないのに。映ってないんですよ。これどういうことなのと。不思議じゃないですか。めちゃめちゃ不思議じゃないですか。10分の10はもうこれ完全に黒ですよ。はい、でも僕には見えないじゃないですか。何が見えてるのっていう話になるわけです、当然。何人かの人に話を聞いたら、2つに大きく分かれるんですよ。で、1つは神様の関係じゃないかっていうんですね。で、もう片方は、いや、ここで殺された人じゃないかなって。真逆ですね。真逆なんですよ。ただ言うのは、骸骨みたいな顔だよ。それは共通なんです。はいはい。で、今ここに写真あるんですか？持ってきてますけれども。俺わかるかな？これ、いいですか？ちょっとすっごい楽しみ。皆さんもご覧ください。霊感ある人は、あってすぐわかるかもしれませんよ。いいですか？そうなんです。この写真です。これもう、その10人の方は、すぐにここって言ったんですか、みんな。すぐにの人もいるし、すぐにじゃなくて、っていうような感じで見て、ここに映ってるよねって言って、だんだんね、なんていうかな、チューニングが合っていくように、見えて浮き出てきちゃう人もいるんですよ。見え方はいくつかあるんですけど。本当に神社の本殿を横から、そうですね。下から見上げるような感じで写した写真で、上沼さん、俺見たいよ！これね、僕にも見えないんですよ。ただ、同じものが見えて、しかもね、どれぐらいの大きさかっていうと、その画面の3分の2ぐらいの大きな顔なんですよ。わかんないでしょ？骸骨なんだそうです。それで。僕も分かったかもしれないです。
こにこういう感じで変わります？もっと右側ですけど。全然違うんですね。今皆さんわかりますかね？真ん中にちょっとね、ふわーっとこれぐらいのね、ちょっとなんかこう白い丸みたいなのがもうある感じに見えたんで、それは僕も見えるんですよ。僕も見えるし、ここって言うと違うって言われちゃうやつなんですよ。一番、何嬉しそうなんですか？いや、見えない同士、そうなるんですよ。みんな骸骨って言われて、これって言いがちの一番初歩に間違えるやつですね。はい。僕もこれ何度も繰り返してるんで、何度も間違えてるんですけど。ちょっとこれすいません。ここですよって教えていただいていいですか？これがね、彼女たちが、みんな言うのは、これぐらいの大きさなんです。これぐらいの大きさ。で、ここら辺に落ちくぼんだ目があって、で、ここら辺はもう骸骨になってるよって言って、首がないねって言うんですよ。10分の5とか6とか言われたら、まあとか言いますけど、10分の10で、それぞれが確認してなくて、同じことを言うんだったら、もうそれ、そうなんですよ。映ってるんですね。そうなんです。じゃあなんで我々が見えないのって話、逆に悔しいというか、その人たちには共通して何か見えるものがあるんですよ。ただ面白いのが、よくね、心霊写真、僕もなんかこれ見てくださいっていう時に、まあ同じようなこと言うんだけど、でも解釈とか違う時あるんですよ。で、それはやっぱり得意分野とか、感じ方が違うみたいなんですけど、今回二つに割れたっていうね。そうなんですよ。神様か、殺されてしまった方かっていう。で、ただ本当に骸骨みたいに、すごい痩せた顔が見えるっていう風に留まってる人と、もう骸骨だっていう人がいるんですよね。だからそこはどう違うのか僕にもわからないんですよ。見え方違うんですかね。で、さらに骸骨でとか言われたら、死神とか僕は思っちゃったりするわけですよ。骸骨のねっていう。でも死神も神様かとかね。なんかいろいろこう、つい先日、会談会をやったんですね。僕の会談会は、もう都内で、50回ぐらいやってるんですけど、で、そこで、来られた方で、やっぱりこういうの見えるという人がいたんで、で、その人が、いや、今日は心霊写真持ってきたんですよ。で、その心霊写真も面白かったんですけど、心霊写真が懐かしいねって言って、今日お見せするもう一つのやつも含めてお見せしたんですけど、これはちょっと静止できないって言って、なんかだんだん頭痛くなってきちゃったから、もうこうやってパッと見た瞬間に、これすごい大きく顔映ってますねって、その人も言うんですよ。で、言った後に、でも僕これ今、静止できません。そのままじっと見ることできない。で、その後、これちょっともしかしたら見てるとなんか頭痛くなってきちゃうかもしれないから、ちょっと体調悪くなるかもしれないから申し訳ないですって言って、避けてましたね。これ面白いなと思ったのが、上山さん、さっきね、神様かもしれないし、亡くなった方かもしれないって言ったじゃないですか。これ、どっちにせよ、神様って一見良さそうだけど、やっぱ見ちゃいけないんですよね。多分ね。神様って、やっぱりこう、絶対に感じるもので、そのお姿を、この目で見るってすごく失礼な行為だから、見ちゃいけないっていう。存在だから。強いものが何かね、映ってるのかもしれない。だからそういう意味で神様だとしても見ちゃいけないって思うかもしれないし。で、もちろんね、見ててずっと良くないなって思うっていう、こちらの存在もあり得るし。あり得るしっていうことね。なんか面白い。めちゃくちゃ面白い。皆さんどうですか？見えましたかね？これ、だって、霊感ある人10人が10人ここって言ったってことは、今、あなた、ここだっていう風に一発で分かった方はもう、これ霊感あるって認定してもいいぐらいですよね。そうですかね。だから何かが見えてるだからそれが霊感かなんかはわからないんですよ。僕にとっては映ってないものが見えている感覚がある。で、それは霊感なのかどうか僕には明言はできないんだけど、ただ、僕に見えないものが見えてる人たちがいるんだなっていうのは。見え方もありますからね。ただこの写真を持ってね、はやぶさであるとか、シークエンスはやともくんであるとか、ヤースーさんであるとか、とかね、ノブさんとかね、いろいろこう見てって、反応怖いです、どっちにせよ。みんながわーって言ったら嬉しいし、違うとこ言ってたらなんか、とか思っちゃうしってね。ただ、僕が聞いた限りでは、お互いは当然相談してないし、全然知らない人同士だけど、みんなここだっていうのは、本当に僕にとってはすごい不思議だ。いや、面白い。もうまず今もう僕めちゃめちゃ心つかまれてるんですけど、これで2枚目ですよ。次はどんなお写真持ってきていただいてるんですか？2枚目はですね、これちょっと、
拡大した方がいいかなと思うんですけど。これはどういった、うわーなんかちょっと、なんか気持ち悪いですよね。かなり古いお宅、これ一軒家で、玄関がすりガラスになってるんですが、そのすりガラスの向こう側に、何かいるっていう。いや、なんか女性なのかな？でもちょっと顔が大きいような気もしますが、そうなんですよ。が透けて見えてますよね。で、いいんですよね。ここですか？それですね。これは親戚の家なんですよ。で、これから全部そこ更地にするよっていう話で、で、じゃあちょっと、直接ね、そんなに、あれでは、僕が住んでたとかっていう家ではないんですけど、じゃあちょっと見に行こうかって言って見に行った家で撮った写真なんですね。確認したのはこの奥にゴルフバッグだとか、例えば鉢植えが置いてあるとかってないんですか？それはね、ないというか、あるはあるんだけど、もっと奥なんで。こういう風には映らない。映らないんですよ。で、これなんですけど、これの不思議なところっていうのは、これ最初こんな変なの映ったって言って、会談会で、仲間内に公開したんですね。で、その後に、3ヶ月とか4ヶ月とか経って、また会談会に行った時に、あの時の写真見せてよって言われるわけですよ。見せるでしょ？そうすると、いや、この間と違ってるっていう人がすごい多いんですよ。変わってるんですか？変わってるんで。で、さらに言うと、この、今タブレットの上から写真を撮った人がいるんですね。つまり拡大した状態の写真を撮ったら違うんですよ。それから数年経って、昨日も、じゃあ、昔のその撮った写真って、今どうなってるって言って、その友人に探してもらって出してきたものと、その写真比べると違うんですよ。こちらがある意味オリジナルなわけじゃないですか。で、その写真っていうのはその時を切り取ったものだから、そこはそこで変わってないんだけども、オリジナルが変わってるってことなんで、ここで違いが生まれるってことなんですね。そうなんだと思う。で、それは本当に会談会に来た人、これ同じだと思うって言ったら、いや違う、全然違うって。やっぱり言うんですよ。これ何なんですか？女性ですか？わかんないです。わかんないものです。だから何か透けてるのかなとか思ったとしても、写真が変わってくってもうおかしな話で。そうなんですよ。池田さん、ちょっと心霊写真、見るのが三度の飯より好きっていう。ああ、なるほど。はい。ちょっと。全体ですか、これ。これ顔に僕はちょっと見えるなっていう。なんかね、あれは、やっぱり見る人によると、なんか、6、7体は映ってるよね、みたいなこと言われるので、僕も見えないんで、それは確認できないんですけど。そうか、僕が今買おうと思ってたところとまた違うところですかって言ってたので、やっぱり何体かいるのかもしれないですね。それは、例えば左側の方に窓があるんだけど、そこから見てる人いるよねっていう人もいるし。うわぁ、なんかすごい。全体なんですね、これ。下に見え、下の方がなんか僕と違うところ見てますね。ありがとうございます。池田ちゃん。すみません。ありがとうございます。ちなみにね、その時、その家の、この郵便受けのところになんか数珠が落ちてましたね。誰か置いてたってことですかね。さあ、わかりませんけど。通りすがりの結界師やお坊さんが、ここやばい、ポンってなんか。そのタイミングで別に映すとこうなんですよ。全然違うじゃないですか。違うんですよ。全く違う。そう。違うでしょ？これが、本来中はこうなんですよ。これでもわかんないでしょ？向こうのものが透けてんのかなとか思ったりもしますけど。これだとなんか傘立てみたいなのが向こうにあるのかなぐらいのところで。これ見ると明らかに違いわかりますね。そうなんですよ。だからこれは、僕たちが肉眼で見ていたのはこれなんですよ。こんな状態にはなっていない。全然違う。変わりました。違うんですよ。で、あとは、もう一つね、沖縄の写真があって、これデジタルだからこういうことって起きるのかもしれないんですけど、
これ中城にチャイナタウンって、言ってた巨大な廃墟が、かつてあったんですね。そこに、歌木になってた大岩があったんですけど、それを撮ったやつなんですが、1回のシャッターで2回撮られてしまっていて、しかも1枚の写真の中にそれが収まってるっていう。あ、これ1回なんですね。1回です、1回です。切り取ってこれ2つ合わせたわけじゃなくて。なくて、これで1枚なんです。なんだこれ。僕、結構写真撮るんで、何万枚か写真あるんですけど、デジタルでこうなったの1回だけですね。これだけです。しかも撮れたのが、まあ、そのね、沖縄の歌木ということですもんね。デジタルの何かなのかなという気はするんですけど、ただそれにしてもその偶然はちょっと不思議ですよね。いや、面白いです。皆さん今回はね、1枚目だったりする場合は見えた、見えてないとかね。あと2枚目、こういう風に見えるよとかね。ぜひなんかコメントの方も書いていただきたいですね。そうですね。